あたしが書類整理だけなんてパッとしない業務配分ね。労力の無駄遣いもほどほどにして、組み直してあげるから分担表をこっちによこして。もう君の席も苦手な仕事もあたしがもらったから、そっちはのんびり休んでなさい。わかった？ザクロちゃんはよーくできたアーツの道具なの。人殺しでも人助けでも、この子のおかげで血しぶきが減って、綺麗な仕事ができるってわけ。ま、結局ただの血の結晶なんだけどね。そんな興味津々なら、ちょっと貸してあげよっか？ってあれ？手引っ込めちゃってどうしたの？この辺のタスクもついでに終わらせといたよ。お礼は結構、この程度の仕事に随分手こずったみたいになるじゃない。ところでうさぎちゃん、いつになったら君の口を借りずにあたしにお願いできるようになるのかな？安心してよ。もう前みたいにあの子を脅かしたりしないから。ローズカ藩の子たちにまた訪問を断られちゃってさ。相変わらず嫌われてるなって。いや、船同士みんな仲良しだなんて初めから一言も言ってないでしょ？互いに心臓が血を送る脈動まで感じられるんだから、感情で信頼関係を維持するまでもないってわけ。あたし一人だよ。今ラケラマリンと、まあ正確に言えば、バンシーの紡いだ呪文とおしゃべりしてたの。あちこち巡ってきた中で見てきた下半の景色を懐かしんでたんだ。ほら、みんなやるでしょ？大切なものに思いを込めて渡して、自分の代わりに大切な人と一緒にいてもらうってやつ。ローズカハンにはこの船を一度も見たことない子もいたけど、無数の血管で構成された卵だって想像してた子も、通信データとケーブルで組まれた幽霊だって思ってた子もいたな。なんであの子たちの心の中までわかるのかって？そうね。なんででしょうね。ねえ、誰にも言わないからこっそり教えてよ。さっき執務室に入ってきた人と、その前に来た人は普通の関係じゃないでしょ？それに君のその困った顔。いやいや、別に他人のプライベートを探りたいんじゃなくて、君を心配してるの。変に色恋沙汰に巻き込まれないようにね。人の気持ちをそっくりそのまま突き返すのが一番失礼だと思わない？自分がちょっと変わったからって過去とけじめをつけたがる人いるんだよね。だけど私は友達一人一人との一番親しかった頃のことをずっと覚えてるよ。思い出はどれも本物だし、一方的に友情を否定するなって話だよ。ええ、私の沈黙は相当優しい方。たっぷり血を流してくれれば、そのちっちゃな心臓を徹底的に調べ上げて、気になる秘密を根こそぎ掘り出してやれるからね。まあ残念ながら、君はその体も血も貴重すぎるから、そういうわけにもいかないんだけどさ。せいぜい頑張って生き延びてよ。重傷を負って死の淵をさまよい出した時には、きっと会いに来るから。どれどれ？脈拍は安定してるね。ぐっすり眠ってるだけで死んでないと。コードネーム、エンテレケイヤ。ご無沙汰ね、この船の船上指揮官さん。あたしのことを覚えてなくても申し訳ないなんて思わないでね。もともと君じゃすべての船を知り尽くすことなんてできないでしょうから。機械なんかで記録された光景が、本当に人の心から浮かび上がる記憶以上に真実だって言えるの？あたしも感謝の印に、君を消化させてあげないとね。君の体内の血をまるっと浄化して、純血のブラッドブルードになれるか見てみたいな。なんて、冗談だよ。根血の猿数じゃあるまいし、君がそんな苦しみに耐えられるはずないでしょ？この昇進メダル、考えあってのこと？あたしはプレゼントにも、その送り主にもこだわるたちな
なんだけどな。船同士の誓いがある以上、ロドスばっかりひいきするわけにはいかないよ。でもまあ、友達からの個人的なお願いならいつでも手伝ってあげるかな。この人たちをいっぺんに護送すればいいってわけね。構わないよ。血をすっからかんにしないよう気をつけることね。ひとしずくの血だって言葉を語るんだから。地面はきれいにしときたいから、血の流れない死に方を送ろっか。君もそんな風にグズグズするんだ。冷静になりたいなら、心臓をなだめてあげようか。こういう時のザクロちゃんの艶はたまらないよね。誤解なきを言っとくけど、戦場の匂いは別に好きじゃないから。真の像から湧き上がる。皮と肉から吸い上げる。生から死へと遡れ。ああ、自分の血でむせるなんてやめてよね。わかった？悪くなかったね。この瞬間は記憶に収めておくよ。血がドッドって走ってるのを感じる？綺麗な眺めだって思ってくれてる？この戦いの結果に満足してもらえたなら、私も来た甲斐があったかな。血を流した連中は、もう逃げられないから。言って。この地獄絵図はトラウマものだから、あんまり見ない方がいいよ。始末は私一人でつけられるから。ここも変わらないね。昔の予想通り、この船の気候は誰にもいじれないってことか。血が逆流するのって気持ちいい？祝福を授けてあげよっか。例えば、君のペン先にザクロちゃんと同じ綺麗になるアーツをかけてあげるとか。どう？アークナイツ。みんなで誰かを弔うんじゃなくて、同じ祝日を楽しく過ごすなんて、珍しいこともあるね。ブラッドブルードの参加にみんなが辟易しないパーティーも同じくらい珍しいんだけどね。まあ、ローズカハンの子たちが、いつもみんなをドン引きさせちゃってるのが悪いんだけど、パーティーが情報収集にはうってつけなんだから仕方ないでしょ。もし私がそこら中から命を狙われてる指揮官だったら、もっと静かに歩くけどね、ドクター。新たな誕生はいつだって血にまみれてる。私たちの中では宿敵が殺された日を記念にする子もいれば、血が浄化されて、純血のブラッドブルートになった日を誕生日にしてる子だっているよ。君はどうなの？この大地にやってきてから、流してきた血や、受けてきた苦しみは、どのくらい覚えてる？お別れってなかなか難しいことだから、そんな別れを減らせるように頑張らないと。別にこれが私の心情ってわけじゃないけどさ。ローズカハンがテレジアに着いた要因なのは確かだし、今私が君たちを手伝ってる理由でもあるんだ。さてと、そろそろ君の回顧録を聞かせてもらおうかな。人の振り返りを聞くのって好きなんだよね。